本演題発表に関連し、開示すべき COI 関係にある企業はありません。国立病院機構新潟病院医療機器イノベーション研究室の石北直之です。私たちをシンプルで低コストな革新的医療機器を開発し、社会実装化させることで世界の医療の質向上に貢献します。これまで様々な医療機器を開発しました。今日はその中から 3D プリント可能な人工呼吸器、ハテナ弁当を紹介します。2020年、新型コロナウイルスパンデミックにおける肺炎治療のため、人工呼吸器の世界的な需要増と供給不足が深刻な問題となりました。そこで注目されたのが 3D プリンターです。設計図データさえあれば、どこでも人工呼吸器の製造が可能になると期待され、世界中で様々なプロジェクトが立ち上がりました。ただそのどれもが人工呼吸器用の消耗品であったり、手動式人工呼吸バッグを押すロボットアームを 3D プリントするアイデアで、実用性に乏しいものしか生まれませんでした。一方で私たちは 3D プリント可能な人工呼吸器の開発に2013年から取り組んでいて、人工呼吸器の設計図データを国際宇宙ステーションに転送し、宇宙で製造・動作させる世界で唯一のプロジェクトに挑戦し成功しています。この人工呼吸器はハンドル、ボディ、螺旋バネ、バルブの4つの部品で構成されていて、呼気の通り道と弁のサイズに大きな比を設けたことで、空気の力だけで人工呼吸の動作を再現しています。私たちが長年取り組んできたこの研究は、今回の課題を解決するのではと、フランスの医師から相談を受けたことをきっかけに、この技術を無償開放し、世界中の 3D プリンターを活用できれば、人工呼吸器が普及できると信じ、COVID ベンチレータープロジェクトを有志と立ち上げました。データを公開すれば、あとは勝手に広まると簡単に考えていましたが、実際はそうではありませんでした。3D プリンターは誕生から40年以上が経過し、多種多様な機種が出回っていますが、どの機種が十分な品質の出力が可能か全く分かっていませんでした。そこで SNS を通じ 3D プリントボランティアを募ることから始めました。メディアの紹介をきっかけに瞬く間にプロジェクトの噂は広まり、10日間で100件以上のサンプルが集まりました。サンプルをすべて解析したところ、そのほとんどは高品質で、一般ユーザーでも人工呼吸器を製造可能なことが分かりました。ただ、低品質な造形物や改造品の混入が重大な医療事故を起こすリスクとなるため、厳格な品質管理の規定が必要です。また、人工呼吸器はクラス3の高度管理医療機器に該当し、各国における薬事承認が必須です。製造者も認可が課せられます。さらに、これまでの歴史上、医療機器として認可された 3D プリント製人工呼吸器がないため、審査の方法そのものが存在しませんでした。そのため私たちはまず、同等の機能を有する金型製造モデルを研究開発し、薬事承認を済ませ、その臨床試験の方法と結果をもとに 3D プリントモデルの薬事承認を目指すこととしました。研究開発、承認申請手続きには多額の費用が必要です。資金については、新潟病院からの支援の呼びかけに対し、プロジェクト立ち上げから現在までに1000万円近い寄付が寄せられました。さらに、本プロジェクトは経済産業省、AMED の事業に採択していただき、安全で高機能な 3D プリント可能な人工呼吸器の研究開発を一気に加速させることができました。今回開発できた製品は3つあります。1つ目は金型成形樹脂モデルのマイクロベント V3 です。大きな特徴は材質がプラスチックのため安価に量産でき、かつ電源などの付帯設備が不要なので、病院内だけでなく救急車内、飛行機内、緊急災害時や感染症パンデミック時などで大いに役立ちます。世界最小最軽量を実現しています。2021年6月には単回使用ガス式肺人工蘇生器として国内薬事承認を得ました。
2つ目は 3D プリントモデル、ハテナベントです。金型製造モデルの機能を再現するために設計されていて、さらに組み立てミスを防ぐために表面に組み立て図をあしらっています。重さは 75g、造形時間は14時間です。このモデルの最大の特徴は、物流が滞る緊急事態でも分散型製造が可能なことです。すでに地球宇宙間の転送実験に成功していますので、距離は何ら障壁になりません。また付属品として低侵襲の核炭吸引チップ、スプーターバキューマーも開発し、合わせて薬事承認を得ました。従来の吸引カテーテルは体内に深く挿入する必要があったため、苦痛が大きく、機動損傷のリスクがありました。この吸引チップを使えば、肺全体に陰圧をかけて痰を絞り上げることができるため、体を傷つけることがありません。残念ながら 3D プリント人工呼吸器の薬事承認はもう少し時間がかかります。というのも、これから以下6つのステップを1つずつクリアしなければならないからです。1つ目は、金型成形モデル、マイクロベント V3 の海外薬事承認及び保険償還申請手続きを完了させること。2つ目は、3D プリントモデル、ハテナベントの国内薬事承認を得ること。3つ目は、ハテナベントの海外薬事承認及び保険償還申請手続きを完了させること。4つ目は、認可されたメーカーが使用する 3D プリンターと全く同じ機種を他の場所で使用する許可を得ること。5つ目は、他社製の 3D プリンターでも同等の精度でハテナベントを製造可能であるということを証明し、その使用許可を得ること。ここまでしてようやく海外展開が可能になります。現在 3D プリントモデルハテナベントの臨床研究の真っ最中ですが、本プロジェクトをここまで順調に進められたのは皆様のご支援とご協力のおかげです。心から感謝申し上げます。国の威信をかけ、一日でも早い上司を目指し、チーム一丸となって頑張りますので、引き続き応援をよろしくお願いします。